どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で開発可能な機体の紹介をしたいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 46R11S トロピカルエンジェルですね。トロピカルエンジェルはフロント部分に回転式補助ブースターを取り付けたことで旋回性能を高めた機体ですが、同時に旋回時の G に耐えきれずパイロットが失神してしまうという問題も抱えている機体ですね。装備は後継機のノーチェイサーとほとんど同じで、この機体からギャロップフォース回が使用できるようになっているため、実際の戦闘能力はかなり高い水準になっています。赤のレーザービーム S は、水平方向に強力なレーザーを持続的に発射します。スピードレベルとレーザーの破壊力は反比例しており、移動スピードが遅くなるにつれて、レーザーの破壊力が上昇する仕様になっていますね。スピードレベル1は、波の波動砲を軽く凌駕するほどの破壊力を持っているため、あまり回避行動が必要ないボスは瞬殺することが可能ですが、常に回避行動を取る必要があるボスとの相性はあまり良くないですね。しかし、このレーザーは、スピードレベル1ではなくても、それなりに火力があるため、重要なのは状況に合わせた立ち回りであり、あまり最高火力のスピードレベル1にすることを意識しすぎない方がいいと思います。もちろん攻め時に最高火力を叩き込むのも重要ですが、このレーザーを使いこなす上で最も意識しなければいけないのは、安全に回避行動が可能な範囲で最大の火力を発揮するために必要なスピードレベルを見極めることであり、必要のない場面でオーバーキルになる火力を求めるのはリスクを高めるだけなので、このあたりのバランス感覚を磨くことがとても大事になると思います。また、ビットは必ずラウンドビットを装備してください。火力としてはそれほど期待できませんが、物理的な攻撃に対する防衛力に圧倒的な差が出るため、ほとんどの戦闘を赤レーザーでこなすことになるこの機体では、ラウンドビットも必須装備ですね。青のレーザーワイパー S は、2本のレーザーが発射され、スピードレベルによってレーザーの発射角度が変化しますが、破壊力がギャラップフォースの中で最も低く設定されており、このレーザーでできることはロックオン波動砲でも代用できるため、この機体の生命線といえる赤レーザーを差し置いて使うメリットは全くないと思います。黄色のレーザーチェイサー S は、スピードレベルによってレーザーの発射角度が変化するエネルギー弾を発射します。地形に沿って進む対地レーザー系の中でもかなりサイズが小さめなので、地形がないステージは特に苦手としていますが、赤のレーザービーム S は上下から分散して攻められると処理するのが大変なこともあるので、状況によってはレーザーチェイサー S に頼った方がいい場面もあると思います。ただし、レーザーの破壊力はあまり高くないため、火力不足を補うためにフォースショットでうまくフォローしてあげる必要がありますね。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、全ての弾が右方向にまとまって発射されるため、火力自体はかなり高くなっています。追尾型フォースショットの劣化版と言えなくもないですが、攻撃の方向が固定になっているからこそ安定した運用が可能になっており、フォースを左側に装備している時も、フォースを切り離せば即座に右方向への火力が手に入るのは大きなメリットですね。回避を優先するためにスピードレベル4の状態を保たなければいけないボスや赤レーザー以外のレーザーを使用している場合はフォースショットに頼らないと火力不足になることもあるため、フォースショットの使い方はかなり重要になると思います。ミサイルは対地ミサイル、誘爆ミサイル、光子ミサイルの3種類から選ぶことが可能になっています。光子ミサイル自体は強いですが、赤レーザーが主な火力になるトロピカルエンジェルの場合は軌道が被らない対地ミサイルとの相性がいいと思います。波動砲はロックオン波動砲2が搭載されており、破壊力は低いですが、射程圏内であれば360度全ての方向を攻撃可能になっています。最も近いバイドを狙う仕様になっていますが、耐久力のあるバイドが近くにいると、そのバイドを倒しきるまで照準が固定されてしまうため、機体の位置取りが大事な波動砲でもあります。また、最大でチャージする意味がほとんどない波動砲なので、基本的には1ループ以下のチャージで発射して、周囲の強払いを行い、メインウェポンであるレーザービーム S をできるだけ安全に発射できる環境を整えるのが主な役割になりますね。位置取りさえ間違えなければ最強の雑魚狩り兵器になるため、攻撃範囲が狭いレーザービーム S を主体で戦うことになるトロピカルエンジェルでは非常に重要な装備になると思います。トロピカルエンジェルは継続的にダメージを与えられる状況では最強の破壊力を誇るレーザービーム S とレーザービーム S の弱点を補えるロックオン波動砲2の2つの装備の絶妙なバランスで成り立つ最強クラスの機体ですが、非常に操作が難しい機体の一つでもあり、操作難易度は高めの機体だと思います。しかし操作に慣れてくると中途半端な破壊力の装備ばかりの器用貧乏な機体とは違い、一つの装備にステータスを割り振った圧倒的な暴力でバイドをぶっ潰す火力ご利用しの力技で突破する快感が味わえるため、とにかく火力のある機体を使いたい人はトロピカルエンジェルで遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。